あげーってよりかは、あげなんだけど、そうそう、なんかもう内見15件も行ってめっちゃ行ったの。ドゥイーン大です。ここにです。中井ファミリーです。よろしくお願いします。はい。何のスペースですかこれは？これはちょっとコラボ祭りっていうのを釣り。はい、コラボ祭りですよね。はい。そう、コラボ祭りをやっていこうということで、はい。ここにスペースが空いてます。ということで、はい、早速1人目のスペシャルゲストはダルルルルルルアランでーす。こんにちは。いやー、ありがとうございます。本当にありがとう。はじめまして。はじめましてだね、こんにちは。そうなんです。元気そうで。元気です。はい。はい、相変わらず。やばい、ここにやっといる。嬉しい。嬉しい。ほんまに。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こんにちは。こんにちは。アランでーす。アランです。なんか痩せた？俺痩せた？痩せたかんない。今ね、内側矯正やってるから、多分ここを強く噛めないから、はいはいここはい。がちょっとなんかナチュラルボトックスみたいな。筋肉があるとここが出っ張ると。そうここの筋肉使ってないから、ちょっと顔痩せだ。になってるのかもしれない。体重は一切変わ変わってないです。はい、変わってないです。顔がシュッとしました。顔だけということで。はい、ということで、今日はアランにいろんなことを聞いていきます。質問攻めをしてくれて、そうです。楽しみです。嫌いじゃないです。なんでカウンターしたくなったらしてください。はい。どしどし待ってます。カウンター。じゃあまずは1個目はファッション関連。スタイル。はい。もう皆さんご存知の通り、ファッション番長。ファッション番長じゃないけどね。でも大好きです。じゃあ簡単に最近の服選びで意識していることは何ですか？意識。でもレイヤリングかもしれない。あ、そうなんだ。と、でもちょっと色気をやっぱり出したいなって。なんか自分のさ、そのフェーズでさ、結構服の表現って変わるじゃん。で、なんか今までは例えばボーイフレンドの時は結構僕ギャル味が強かったと。強かった。イメージあるかもしれない。色とかもうクロップドとか、なんかちょっとなんかね、なんかなんだろう、そのもうギャル。そう多いイメージ。てかね、その表現がすごく好きだったというか、なんか僕のそのテンションとかにそのより近いものなんだけど、多分自分のその今の状態がそこまであげーってよりかはあげなんだけど、そうどっかなんだろう、自分のその落ち着いた部分も好きになってきたフェーズだから、そういうところが多分服にも出てるなっていうのはある。素敵。そう、素敵落ち着いたの？ドゥイー。でもなんか東京に引っ越してきて、そうなんかその一人のその自分の空間っていうのをさ、やっぱり作っていくときに、なんかその自分の家すっごい僕なんか厳しく決めたのよ。なんかもう内見15件も行ってめっちゃ行ったの。そうなかなかないよね。それどんぐらいかかったの？でも3ヶ月ぐらい。あ、すごい。そうで、そのこだわった家にさ、いると居心地よくて、そりゃそうですよ。なんかその自分のなんかそのリセットする居場所になったから、そこがすごく好きだから、前はずっとフルマックスでもうアランやってたんだけど、その例えば友達と遊びに行ったりとか、なんかちょっと体力使うエネルギッシュなことをした時には、次の日家でゆっくり過ごしたりとか、そうだってティーとか作るんだよ俺。やばくない？そうお茶入れるんじゃなくてティー作っちゃうんだ。ティー作ってるんですよね。ティー作ってそう優雅に暮らしてるんですよ。よ。やばすぎ。すごい。植物も好きだから、植物にこうやってなんかシュシュしちゃって、拭いてあげて、可愛いなってティー飲みながら。ちっちゃくないですか？早いんじゃない？今からこれやってたらね。そうでもティー終わったらもう次の日はもう例えば友達とね、なんかナイトアウトしたりとかそうする。じゃあちょっと落ち着いた自分が見えてきて、それが出てるんだファッションに。なんかさ、うちらいろいろあったじゃん、ボーイフレンド出てさ。そうね。なんか結構その人生がもう水からワインにボーンって変わってた。そう本当にそう。だからその自分を本当になんか表現するけど、いろんなその慣れてないことだったり、その違うものを見すぎて、新しいものを見すぎちゃって、自分を
一番見失っちゃダメな時期っていうのを感じながら見失いちゃいそうみたいなタイミングがすごくあって、はい、なんかそういう自分のなんかリセットする時間だったり瞑想とかも取り入れたりとかして、瞑想だからティー飲んだらヨガしたりとかして、わおすごい。ドゥイーもう一個聞きたいことがあって、はいはい、ファッションね、似合うと好きの違いどう考えてる？似合うと好きの違い、でも結局自分が先に自分のことが好きからの似合うが出てくるかも。自分が好きだからなんか多分僕は服って表現だけでしかないと思ってるから、その自分の反射だから、その例えば自分のことに自信がないとか、自分のことがなんかその嫌いの部分が多い時の方が多分表現もしっくりこないから、そう似合わないって思っちゃうし、けどなんかその自分のなんかそのやっぱりことに自信があったりとか、なんか好きなものをいっぱい見つけるそのワクワクがあると、表現も変わってくる。なんか自分のそうでよくその質問面白いなと思うんだけど、鏡の前で映る自分って好きじゃないとか好きかもって思う時あるじゃん、はい、だからそういうことなのかもしれない。あら衣装もね厳しいもんね。結構厳しいです。いやなんかちょっと違うかもしれなくてこうしていいですかとかよく言ってるもんね撮影の時。今はもうその撮影現場行く時にまずどんな衣装があるかだけちゃんと聞くようにしてる。スタイリストとかもどういう人ですかとか聞いて、その結局その自分の持ってるものって好きなものだから、そことうまくガッチャンコしたい。わかる。そうですよね。絶対じゃないからね、そのガッチャンコは。そう。ドゥイー。じゃあそんな話でマインドセットに移りたい。めっちゃあるんだよ。ちゃんとしっかりね書いてあってそこが可愛すぎてちゃんと答えれるように頑張ります。いや素晴らしいです。さっきからもう完璧。待って今さなんで自分のこと好きになるって言ったじゃん、その自分を好きになった方がいいってさ世の中みんな言うけど、それが難しいからみんななんか私は自分のこと好きになれないって思ってなんか逆に落ち込んじゃうじゃん。自分を好きになれって言われてるのになれない自分に対して嫌悪感みたいな、そういうのはアランはあったことある？あるね。あったもうなんか自分のこと大嫌いだった時期もあったし、なんかその想像つかない、めっちゃあった。僕もそもそもさすごい人見知りで人と話すの怖い。いや怖い人だったからみたいな。それはそうよくね嘘でしょって言われるんだけど、なんかその本当に小学校とか中学校の時とかも本当に友達マジでいなかったの。もう妹だけみたいな。そうなんだ。そうそれでそのなんか話し方も分かんないし、そのなんか自分にすごい大きなさその太い壁があるから自分に対してなんかそもそもね好きじゃないから、そうです。そうもう嫌いなものしか見えてなくて、その自分がそのなんか自分のことにその向き合った時になんだろう自信がつかないものしか持ってなかったから自分自身が、だからもう全然人と話すのも怖いし自分にも自信がないし、何をやってもなんかその循環してないというかなんか大きく成長してない感じだったんだけど、その自分のその嫌なところだったりとか自信がないところをなんだろうそれで終わらせるんじゃなくて、それがあるからこそどういう自分になれるんだろうとか、なんかその苦手なところは分かったから、苦手だからこそなんだろうこれにそのフォーカスピント当てないで、もっと得意なもの、これは苦手だから得意な、これなんか逆側で得意なものを見つける、その楽しみをちょっとずつそうやって育てていくきっかけにもなったことだから。そうなんだ。だから多分好きになるってことって嫌いな自分をまず受け入れることなのかもしれないね。いや本当にそう。ドゥイー。なんかさ好きになるみたいなよくあるじゃん。で僕はさどういうことその自分を好き愛そうみたいな、セルフね。そうセルフラブだっけ。セルフラブあるじゃん今流行ってるというか、でいつもずっと考えてて好きになれなくて苦しんでる人を見るたびに、なんか自分のことを好きになれなくてもいいから好きになろうとするその過程で
ものすごいいろんな発見に出会うなって僕は間違いない。思ったから、あるなんか好きになれなくていい前提でも好きになろうと努力することがなんかすごいいろんなことを自分に教えてくれるじゃん。そうだよね。てか恋愛もそうでしょ。そうそうそう、ね、しゅんちゃんとのね。なんかその本当にデコボコなんですよ。一緒にねいた時とかもさ、本当に僕も大ちゃんのことを知ってたからこそ、なんかそのすごくないそこが。そうだよね。そうなんかその、気になり合ってるってすごいなと思うんだけど、多分そこに気づいてたのかもしれないね。多分楽しいとかなんかその心がさ、なんかいつもと違うなんかそのもう全感然じで動いてるっていう、なんかそこを受け入れる、そこを楽しむっていう精神がある人の方が、なんかそのもっともっといろんなところに発見があったりとか、そうかもしんない。進化できたりとか、もうとにかく変われるのかね。後悔したくなかったから、もうすごいよね。ダメならすごいもうボロクソに言われないと無理だからわかるでしょ。わかる。だからもう行って最後どうなるかさあ見てみましょうみたいな感じだなるったから。ほどね。なるほどね。あの環境ってそうさせるんだよね。いや本当にあの環境でもそうあの環境下にいたらやんなきゃっていうマインドにはやっぱなるし、なんかその余計なものがない。はい。余計な確かに情報がないから、もう心と心だけなのよ。ほんまに。本当に。だからその今まで自分が歩んできた選択してきた人生があるけど、それと今の現状っていうその自分だけのその戦いがありながら、そのここでなんかそのなんか見えてるその心をちゃんと向き合いたいっていうそのなんか環境、そのなんかね、仕事もない、友達にも会いに行けない、そうテレビも音楽もないってなったら何もない。だからその自分の表現と受け入れるっていうのがもう本当に人対人の行動と言葉とありえないもんね、そんなことになることは。だけなの。そう本当にありがとう神様って感じ。そうね、この経験ができてお願いします。うちも待ってます。誰かに待ってます。はい。リアリティ番組を生きようと思ったもん。もうリアリティに出て、もうリアリティ番組みたいな生き方をしたいと思った。どういうこと？だからね、自分のだから本当にリアリティ番組でそのやっぱり余計なものがない生活でいかに自分がなんだろう、その進化できたというか、心があんなに動いたっていうのを経験しちゃったから、なんかその自分に今必要ないものがはっきり見えた。その出た後、確かにそうだわ。人も変わったしね。もう本当に環境も人も変わったし、自分も変わったけど全部僕の選択だから。確かに。そうだからだから瞑想とか自分の時間とかも前なかったもん。ないよ普通。なかった。すごい。だからもう前の自分はなんか感じてるものが分かんなかったりとか、何これって思ったら誰かに会ってた。うわめっちゃわかる。その今それかも。モヤモヤをあんま見たくないんだよね。そう見たくないっていうか分かんないみたいな。絶賛今それ。いやマジでほんとそれ。なんかさ本当になんか大きいものにしか目がいってなかった。その、なんか見やすい目の前にあるものを見てたっていうか、でも中にあるものを見れてなかった。そうだからもうそういう風に動いてたし選択を取ってたから、そう今の生活だったり今の自分はね、前の自分よりは昨日の自分よりは好きでいられてるかな。そうね。頑張ってそっち側に行きます。一緒に頑張ろう。逆になんでそう思うの？ほんと今人ね、一人の時間が本当にいいやっていうマインド結構。ちょっと話してみでもなんか僕ね本当にいいアドバイスになるかわかんないけど、その時間もめっちゃ大事だと思うよ。そうもう一人の時間が嫌だっていう選択を取ったから一人でいる時間のありがたみだったり大切さを分かってる今の自分だから、なんかその自分なりにもう今感じてる生き方をなんか選択すればいいと思う。なんかもう本当に一人でいたくないからいない
のは全然悪いことじゃないし、そうでも一人でいたくないと思って誰かといて居心地が悪いとか、なんかちょっとしっくりきてないなと思ったら自分に意地悪しないでその場から離れる勇気をなんか取るとか、まあその意地悪をして離れなくてもいいじゃん、もう無理帰るみたいなじゃなくて、なんかやっぱりちょっと今の自分一人でいた方がいいのかもって思っちゃったんだよねとか、なんかそういうなんか違う言葉で誰かを傷つけない言葉で選択を取ったら後悔そんなにないと思うから、そうめっちゃ大事。なんか僕マジで本当に大丈夫。なんかバカみたいに大叫びして泣いた時間とかも大好きだったなんかあと僕マジで好きになる回数は多い方がいいと思う。人でも物でも、ああそういうこと。何でもいいから好きって思う瞬間が、そうあと嫌いになってもいいけどその嫌いっていう危険は絶対に何かを今の自分が見えてない大好きがその先に待ってるからここを感じようって思って感じるとか、その嫌いっていうもの感情もそうちゃんと吸収する、でそのマインドだよね。そのマインドが一生これじゃないっていう体制で自分がそこになんか立ち向かうじゃないけど、雨の後に虹が出る的な、それを信じて雨をめっちゃ感じるというか、嵐でもいいし、もう遠ざけるんじゃなくてもう全力で浴びるってことで、ね、雨を。そうドゥイーもうなんかこんな自分何も誰のためにもならないと思ってたけど、うわやばい鏡って深いみたいな。本当だね。おみこし万歳みたいな。いやおみこし深い。やられてますうちのマネージャー。やられてる